そしてお前、これはどういうことだ。ウシさん、おめえこんなところで何してんだ。知りませんでしたか。ほらどうやって修行すっかな。おらも偉そうなこと言えねえか。なんだかよくわかんねえな。聞いてなかったんかよ。ごはんさんたちの勝利は様の消滅。ごはんさんたちの勝利、己の殻を破るチャンス。まさか。おい、なんだそれ。ごはん。あなたは戦闘の天才にもかかわらず、いつも悟空さんに一歩先を行かれてますね。はい。ごはん大丈夫か。父さん慎重に。みんなの分はどっかな。ウシさん、そんなことしてねえよ。くすしすぎなのも問題ですよ。それにあなたは自信過剰なのも問題ですね。なんでしょう。ちょうどいい頼みがあんだ。当然です。消えるとは無になるということですからね。やはり毒が回ってしまっていたようですね。生きた心地がせんの。心配すんな。よし、大丈夫ですか。いいですか皆さん、
よーく聞いてください。いやー、大した話じゃ。部部隊の中央に陣取る作戦で行こうかと思います。どうやって隊を戻したんだ？以前はいろいろあったかもしれませんけど、勝つためにはチームワークが必要ですよ。非常事態じゃ。また悪い癖が出おったな。本当か？こりゃ派手にやっちまったね。いやー、ちょっとこれに訳があってな。ベジータ。まあ感性は人それぞれ。ベジータ、おめえやりすぎだって。頑丈さだけは認めてやるぜ。やはりご存知の上だったんですね。奴らはここにいる。これはチームワークも大切になりますよ。常に相手との間合いを測り、相手の呼吸と動きを感じ取り、その中で勝機を見出しものにする。それができの武道家、ただの喧嘩野郎とは違います。手に入れようとしてくれたのではないでしょうか。宇宙消滅の危機のこと、まだ皆さんにお話ししてないみたいですね。ただ闇雲に殴りかかればいいというものではないんです。あなたは戦闘の天才にもかかわらず、いつも5歩先を行かれてますね。この状況すら楽しんでいるようにも見えますよ。それがおめえの本気か？冗談だよ。交代はできません。もっと未経験の美味しいものでないと心は動きません。父さん、何か手はないんですか？悟空さん、宇宙消滅の危機のこと、まだ皆さんにお話ししてないみたいですね。その時は本当にやりやがった。これで知っているのは私とガガンって屋上のどこかにあるの。その中に口なしの仮面は入っている。お前に一つ聞きたいことがある。おめおめとこの時代に逃げてきたというわけか。私もおすすめはしませんね。何が起こるか分かりませんから。極限状態もあまり繰り返すと慣れが生じてしまう。ちょっとだけ時間を遡ってバカなことをする前にポカッと殴って差し上げるんですよ。あなたは絶えず神経を張り詰めすぎなんですよ。それでは肝心の時にフル稼働できません。何やら肌がピリピリするような不快な気が流れていますね。まさしくいびつ、宇宙の摂理を無視しています。他のみんなはどうやってですか？やっぱり僕みたいな素人が相手じゃ練習にならないよね。ご飯知るか、そんなことを。ベジータに寄生し倒すことはできん。くそ。こりゃ派手にやっちまったね。やっと本気出してくれたか。うるさい。要は貴様らを倒して奪えばいいということだろう。おれベジータ、おめえやりすぎだって。なめるなよ。すげえよベジータ。その通りだ。
私たちは当初の目的を果たすだけです。ですがあんな大技何度も出せませんよ。悟空さんはこの状況すら楽しんでいるようにも見えますよ。そういうこと。よし。それがどうした？何をサボってやがる。父さん来てくれたんでしょ。なんだそれだけかよ。あいつらとまた叩けるなんてよ、頭いいな。まだやれっぞ。よっ、今度はオラから行くぞ。今度はこっちの番だ。いねんか。ごはんさん、ベジータさん、なんとなくわかりませんか？はい、確かに合ってました。何だったのかな。ウイス正気か。くそー、なめたまねを。次の一撃で決めないと体力も持たないかもしれませんね。まさしくいびつ、宇宙の摂理を無視しています。もう立つこともできないのか。手に判断してくれませんからね。スーパーサイヤ人なるものに変異する技を身につけたようで。よし、みんな行くぞ。当然です。いいって何がです？どうにかできないのですか？消えるとは無になるということですからね。最後まで戦い抜くための体力の配分も考えなくてはなりません。めったな。いつまでも魂がずしねえからバカなことやってねえで働け。貴様、このクソったれが。ベジータさん、退場とします。審判の権限によりこの試合は現時点で終了とします。なんだと？それは大問題じゃないかって決めたはずだ。貴様もそう感じておられるのでは。大変結構ですよ。そいつその姿大丈夫なんか。おや、見されたただのガイドですからね。それなら誰を探してるんですか？いいじゃありませんか。打てて普通の一発といったところじゃ。ちょっと待ってよ。別軸のオラじゃねえか。おめえと戦うのも久しぶりだな。オラのことを？悟空さん、挨拶はちゃんとしてください。ということは要するにレベルの低い宇宙は本来消されてしまうところを場外へ落とそうにも仲間が助けてしまいますからね。当然です。消えるとは無になるということですからね。極限状態もあまり繰り返すと慣れが生じてしまう。校舎の裏とか。くそ、もうどうにでもなれ。またですか。いくら強くてもすっかり気を抜けば体なんて脆いものです。
ちょっとだけ時間を遡ってバカなことをする前にポカッと殴って差し上げるんです。あなたは絶えず神経を張り詰めすぎなんですよ。それでは肝心の時にフル稼働できません。極限状態もあまり繰り返すと慣れが生じてしまう。ほらセンちゃんとこひとっ飛びだ。そうそう、常に相手との間合いを測り、相手の呼吸と動きを感じ取り、その中で勝機を見出しものにする。それができてこそ真の武道家。ただの喧嘩野郎とは違います。私たちは当初の目的を果たすだけです。そこまでしないと倒せない相手だと判断したのでしょう。そうきましたか。ただステーキは何度かいただきましたしね。己の殻を破るチャンス、ハードルは高くなっていきそうですね。宇宙そのものがなくなってしまうことに比べたら、場外へ落とそうにも仲間が助けてしまいますからね。油断をすればすぐに相手に有利な流れが出来上がりますから。お互いに牽制し合っているといったところでしょうか。我々はあなたを神と認めるつもりはありません。そのことを忘れないでいただきたいものです。戦いを見る中で感じた狂気、闘争本能とも違いました。別に変わりありませんが、人間の作ったもの、我々にできるのは見守ることだけです。このまま放っておくことはできませんね。どうにかしなければなりません。幼いながらにここまでの武道のセンスをお持ちとは、私も感心しました。彼もまた武を極めようと修行を続ける武道家ですから、努力の賜物でしょう。ただ時間は待ってくれません。この2人の戦いをこんな形で見ることができるなんて、彼の力は認めざるを得ないでしょうが、見過ごすこともできないでしょうね。勝ってしまいましたか。これは大変なことになりますよ。勝ってしまいましたか。それにしてもなぜ彼がここにいるのでしょう。これが21号の実力ですか。波動の影響がなかったとしても油断できないですね。想像以上の劇的勝利とだけ言っておきましょうか。未来であらゆる困難に見舞われ、身も心も強くなったのでしょう。その強さは本物です。一つの場所で収まらないとは随分思い切りの良い戦いですね。戦いの中で見せる表情、ご子息にそっくりでしたよ。お昼寝ばかりで体がなまってしまったのではありませんか。ここまで早く決着がついてしまうとは少し拍子抜けです。あまり派手に暴れてしまうと後片付けが大変になりますよ。まさに紙一重の勝利といったところでしょうか。これが人間の作った最強の戦士の実力というわけですか。あら、勝負が終わってお昼寝ですか。さて、どういう言い訳をおっしゃるのでしょうね。おっほ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 。
なかなか興味深い戦いでしたね。全王様がご覧になればお喜びになるかもしれません。なんとか勝利を収めたみたいですね。少しばかりドキドキしてしまいました。時間が味方してくれたようですね。勝負が始まるようですね。まずはお手並み拝見といきましょうか。まさか一撃も受けないでここまで。驚きですね。勝利した方には盛大な拍手を送りましょう。二人の合わさった力、いえそれ以上の威力、お見事です。決着の時が近づいているようです。木をあえて物質化して攻撃するとは、あの方なりのこだわりなのでしょうかね。これだけの攻撃を受けては無事では済まないでしょう。武道家同士の意地のぶつかり合いになっていますよ。一人減ったからといってまだ諦めてはいないようですよ。連勝中の相手にあえて挑むということはそれだけ自信がおありなのでしょう。さああなたもこちらに一緒にこの勝負を見守りましょう。一人減ったことで焦りが見えてきましたよ。この接触でアゲハが村を離れる可能性があります。12年前あなたが K の巣窟の最深部から生還したことで、これで知っているのは私とガガンって。今回は見えないほどの速さの戦いをご堪能ください。改まって何の用かしら。はい、では第2試合、出場者は部舞台にお上がりください。その2つの宇宙は対になっているということもあり、実力は互いに拮抗しているようです。それではさらに戦いは激しくなるでしょう。本当に全然覚えてないのね。どうぞお話しください。以上、説明終了です。続きまして第3試合。これからはつわものたちの時間。これが最後となります。そう、かつての私のように。全滅になります。おっしゃる通り。でなければ最後に傷つくのは自分なのよ。人に心を許してはならない。一つ忠告しておく。お静かにお願いします。最後の剣一族、やはり生かしておけます。戦士の残っている人数が多い宇宙の勝ちとなります。ありがとうございます。何やらチームの団結を強めるために面白いことをやっているようです。凄まじいまでの闇の力があの城に集中しているのか。そろそろ選手たちも疲れが出始める頃ですから、可能性があるとだけ申しておきましょう。
一つ頼み事があるんだが。誰も彼もが自分のことしか考えていません。とても強く、人間的にも優れた戦士ばかりです。恐怖と混乱、見苦しい限りです。おとなしく今までと同じように動け。はい、両者ダウンにつき引き分けとします。始末？敗れた宇宙が消滅するというルールは撤回となります。おかげで改善すべき点を見つけられました。感謝しますよ。ところで、この部部隊が壊れないかどうかの心配を。準備はよろしいですか？許せ。抗弁の余地もないか。当然だな。そんなことも知らなかったのか。相手が敗北を宣言するか、試合続行不可能な状態になるまで。絶望にうがたれし美しきムクロ。脱気を満たすのにあれ以上の器はない。今から1時間のうちに出場者を3名集め、両宇宙の優劣をつけるものではありませんが、全力の試合を全王様が望む以上、お気持ちは理解しますが、お約束事は守りましょう。そうでない場合は中断の可能性もあります。3人の武道家が1対1の戦いを順に行ってまいります。凄まじいまでの闇の力があの城に集中しているのか。以来その魔力は強大になる一方で、ほとんどの呪文を受け付けなくなっているという。可能性があるとだけ申しておきましょう。俺たちにも打つ手はある。次にお前が戦う騎道三人衆最後の資格は、真や俺とは全く異質のものだぞ。前に出ろ。すべては全王様のお心一つ、全滅になります。従いまして。仕方ありません。これはまだ発表を控えていることですが。さて、そういうことには特に敏感なんですよ。己の殻を破るチャンス、ハードルは高くなっていきそうです。宇宙そのものがなくなってしまうことに比べたら、木の中に殺意がプンプン匂ってましたからね。果たして2人同時にかかってきても私にかなうかどうか。早く10人を選ばないと時間がありませんからね。とっても気になりますね。連絡を取ってみましょう。俺は貴様に服従したことなどこれまで一度もない。二度と蘇るんじゃないぞ。助かったぜ。おめえが蹴ってくれなかったら外に落っこってたぞ。そういえばおめえら町でオーラをつけてただろう。スタートしたらすぐに集まって防御を固める。本当に大切なものを守るには強くなくちゃいけないんだ。そのうち2人はまだ子供です。レーダウンしさ、会ったことねえけんど、あいつも誘おうと思ってんだ。その謎はいずれ明らかになるでしょう。ですが今は人間風情がここにいられることを感謝しなさい。今から2時間外出許可を与える。
お前の悪夢を終わらせてあげますわ。貴様にもくれてやる。そうすれば世論が奴らを許さない。話がある。でも一方で、そういう場合は私がやり直して差し上げるんです。はあ、決まっておろう。わらわの頼むものは常に一つ。お前には別の仕事を与える。作り直すまでこちらが拍子抜けするほど従順です。おとなしく今までと同じように動け。はい、それでは失礼します。一つ忠告しておく。思う存分加速を使えるってこと。まずは男子一人一人に問題を起こしてもらう。嫌な感触が。でなければ最後に傷つくのは自分なのよ。頼み事があるんだが。まさしくいびつ。宇宙の摂理を無視しています。あのずる賢い打天使。ではな、また来る。それぞれが自由気まま。極限状態もあまり繰り返すと慣れが生じてしまう。まさしくいびつ。宇宙の摂理を無視しています。ですがあんな大技何度も出せませんよ。あなたは絶えず神経を張り詰めすぎなんですよ。それでは肝心の時にフル稼働できません。他の宇宙の情報を手に入れようとしてくれたのではないでしょうか。あなたは戦闘の天才にもかかわらずクーさんに一歩先を行かれてますね。私がやり直して差し上げるんです。なんだよいきなり。それどこにあったんだ。この状況すら楽しんでいるようにも見えますよ。それでよろしいですね。その謎はいずれ明らかになるでしょう。ですが今はこれは随分不思議なことが起こっているようですね。化け物め。おや、これはチームワークも大切になりますよ。ごめん、やっぱり僕みたいな素人が相手じゃ練習にならないよね。ええ、ご無事で何よりです。あと3回です。オラも偉そうなこと言えねえか。まずは男子一人一人に問題を起こしてもらう。お前の悪夢を終わらせてあげますわ。いずれは天界をもしのぐ勢力へとまとめ上げてみせます。それは本当に最後の手段じゃ。多分マイナスのエネルギーが増えると邪悪なパワーが力を強めていくんだよ。でしたら残る敵は一人ですが、とんでもない邪悪な木ですよ。海王神様のアドバイスにもあるように、それなら誰を探してるんですか。いくらやつでも太陽に落ちたらもう復活できませんね。そういうのならやってみ。かなり苦しいぞ。それでもやるか。
その時はすでに地球の神までが奴の手先だったんじゃい。私がお連れしましょう。どうか穏便に頼みますよ。一つしか叶えられない願いを強引に無理をするにも程があります。やったー！だ俺らも結構手にしたもんだぞ。だから仕方なくやってんだ。はい、結局他人の力を借りないと何にもできないとは。トランクス君とゴテンにも伝えていないそうです。場外負けを避けるため部部隊の中央に陣取る作戦で行こうかと思います。一瞬の隙間を見せられないので自分の唯一の弱点を克服するって。よっしゃー！あいつらは無茶なことするから。見ましたかピッコロさん、また僕を鍛え直してください。場外負けを避けるため部部隊の中央に陣取る作戦で行こうかと思います。ブーさんの共闘のおかげで勝つことができました。実は困ったことになってまして、感覚を取り戻すためゆっくり戦いに慣れていこう。俺は貴様に服従したことなどこれまで一度もない。そういうことだ。ほらもっぺんちゃんと戦いてんだが、できねえことなんか。やっとオラと戦う気になってくれたか。オラたち時の海王神様に言われてこの大会の主催者のアイオスってやつに用があってきてんだ。悟空さんはかなり変わってしまいましたね。おめえの一撃で仕留めるっちゅうこだわり疾病だな。寝ぼけたことを抜かしやがる。今回はうまくいったみてえだ。ブロリー